どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。相撲界のフィボナッチ数列と呼ばれたさやです。なんかフィボナッチ数列ってさ、ウィキペディアで検索したんだけどさ、一つ買いのウサギが毎月2ヶ月に1回子ウサギを産むこととする。2番目、このウサギは死なないこととするって書いてある。やばい、今急に宇宙飛ばされたね、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、確定申告。ギミック作んなよ。今回 3D 3D なの。急に動いたのびっくりしたよ。遊べる今年のサボテンの利益。200円しか稼げない。さすが IQ さん。ということで今回ですね、こちらでございます。 Wi-Fi。 違う、いつ足したこれ。これを足せなんて誰が言った。それはこっちのさじ加減よ。うるせえよ、さじ加減で言葉変わってんじゃねえか。ということで今回ですね、if とはもし何々なら、もし何々なら、まあというかな、夏目さんちの動画で結構タイトルで、もしもなんとかが〇〇だったらっていうタイトルがあると思うんだけど、キャラクターを悪役にしてみたりとか、今回はもうそちらをメインテーマに扱っていこうかなと思います。何を言ってるかちょっとわからないですよね。何を言ってるかちょっとわからないと思うんですが、今回やっていく企画はこちら。デドリ。もしも〇〇だったらガチャ対決。ピピュまあ、ということで、もしも〇〇だったらっていうタイトルをよく夏目さんちはつけてるんですけれども、今回は、もしも〇〇〇の部分をガチャで決めます。で今から3回戦、もしも〇〇〇ならの妄想対決をしていきます。お話の設定みたいな。そうですね。まあちょっとわかりやすく言うと、例えばじゃあさやさん、もしも〇〇なら言ってみてください。もしも下半身がエビフライだったらっていう話を作るっていうことですよ。ゲンさん、今日の揚げ具合はどうですか？エビフライになってねえんだよ、俺は下半身別に。みんなが共感できる内容で言ってよ。みんな高校2年生ぐらいの頃からなってるって言ってたんだけど。マジ？ということで、今からガチャを使ってですね、こちらでございます。こちらは誰ですか今日？南米からお越し。南米から？ゴンザレス豊久に来ていただきました。ちょっと日系じゃねえか。この中にもしも〇〇だったらの〇〇部分が入っております。今から僕たちはですね、3回戦やるんですけれども、さやと僕それぞれガチャを引いて、もしも〇〇だったらっていうお題が出てきたのを即興で妄想してキャラクターを作って、そしてキャラクターのストーリーも合わせて作るっていうことでございます。そして皆さんにさらにですね、頭を混乱させる出来事をお伝えすると、なんとこちら案件でございます。ありがとうございます。皆さんこちら提供、今出ましたね。ここに今編集者さん提供って出してくれてると思うんだけど、見せてあげない。いや、はてなはてなはてなになってるはずですよ、ここ今。見せてあげない。みんなもいいね、さやさん隠さなくたって。まあ、なので今ね、前代未聞の提供はてなはてなはてなでお送りさせていただくんですけれども、皆さん概要欄見ちゃダメですよ。概要欄に答えが載ってるので。で今から何をするかと言いますと、全3回戦、そしてそれぞれ僕たちが2パターンなので、合計6パターンのストーリーが妄想されていくんですが、その中の1つだけが今回の案件のために作るストーリーでございます。皆さん今から3回戦やっていく中で、どれが正解かを当ててもらいたいと思います。前代未聞じゃない、この最初に何の案件かを明かさないっていう、これを許してくださったその会社さんも非常に寛大でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。投げキッスを送っておきます。やめなさい。やめ、汚いんだ。濃ゆいの送んの。ということなので、皆さんは普通に楽しんでいただきながら、あれ、そういえばこれどれが案件のストーリーなんだっていうちょっとモヤモヤ感を感じながら見ていただけると、後ですっきりするんじゃないかなと思いますので。便秘改善にどうぞご活躍ください。なんでみんなの今お通じ事情の話になった今。デリカシーない。このタイミングで便秘の話出す方がデリカシーない。案件だぞ。それでは早速やっていこうと思います。さあ、ということで第1回戦のガチャを引いていきたいと思いますよ。じゃあ僕から引いていきましょうか。よいしょ。順番も守れない子なの？お前が最初だったんだ。なんか人が割り込んだみたいになったけど。出てきました。何かいいお題とご縁がありますようにって。今日はご縁。お金だったら何でもいいのね、豊地。5円玉でいけるんだ。ほら、浮気じゃーん。出ました。出ました。では行きますよ、第1回戦。第1回戦。せーの。じゃあ僕からいきます。ペペペペ。
うわうわ、もしも人間と虫のサイズが入れ替わったら。グロい、怖い。怖っ。じゃあいくわよ、はい、せーの、でどん。おっ、おしゃん。もしも人に翼が生えていたら。いや、これでじゃあ妄想していきましょう、ストーリーとキャラクターね。第1回戦、もしも人間と虫のサイズが入れ替わったら VS もしも人間に翼が生えていたら。よーいスタート。フードとマントすごい好きなん、はためかせられるってでかいよね。だって今だってさやはフードかぶってるよ。かぶってるの今、今もかぶってるよ。今かぶってるの。フードはあったかい。あったかい。さやはフードはあったかくて好き、よかったね。よかったよ。よかったよ。お前にその気持ちなんかわからないだろうけど。急に流暢だな。それ何困惑する普通に困惑する。ないですよ。あ、ごかん。天才肌みたいなことするんじゃないよ。天才じゃないんだから別に。おやすみみたいなことしてたよ。なんかシュビーンギャビーンっつって。第1回戦、設定とキャラデザ、せーの。でどん。帽子を逆さまにかぶってる女の子よく見るゲーム。あ、いや帽子をかぶってる女の子は結構好き。好きなんですか？うん、逆向きにかぶっててちょっと擦れた感じの子好きよ。君に決めたみたいな感じの。そういう感じではない。捕まえる時だけこうグイッと後ろに。なんでそんな今日ギリギリ攻めたがるの？案件だっつってんだろ。これコカマキリ。生まれたばっかのくっそちっちゃいカマキリおるやん。大人になるとこんぐらいになるけどさ、子供のカマキリってこんなんじゃん。ミリだよね。そうで、そのサイズぐらいとちっちゃくなった人間のサイズと同じぐらいな気がしてて。わかんない。厳密にはわかんない。ごめんね。妄想だから。このコカマキリはこの子に助けられてたわけよ。だからこの少女とこの子供カマキリがタッグを組むわけよ。だから虫はさ、大きくなったらさ、人間から主導権を奪おうとするじゃない。世界の主導権を奪おうとするんだけど、でどんどん人型への進化を遂げていって、ただこの子とこの子カマキリはタッグを組んで、そういうね旅に出るわけですよ。で徐々にそのなぜ入れ替わったかっていうことに対しての真実を探っていくわけですよ。最初ある時を境に急に朝目が覚めるとすごく暗い洞窟になぜかいて、なんでだと思って不思議に思ってると、奥からすごいサイズの丸っこい虫がブーンみたいなやつがエイリアンみたいなのが来るみたいなシーンから始まって、これ飲みだったっていう。そう、猫についてた飲み、ほら布団って何とか飲みがいいじゃない。朝起きたら全人類このサイズになってる。カブトムシとサイズが入れ替わったやつとかさ、人間もさ、なんかまちまちだったら面白いね。あ、そうだね。だから人間もどの虫と対応して入れ替わったかっていうのもあるかもしれないしね。だから人間の中でも種族差が出てきてしまうかもしれない。クリオネと入れ替わってなんか海の中で暮らしてる人間。クリオネって虫なんやあいつ。怪しいとこです。発言に責任は持てよ。なんかさやは、じゃじゃーん。これ何？機械の羽？あ、そう、これは機械の羽です。もう彼はまたね、はいはいはい。この世界の謎に挑んでいくタイプの。あ、挑むんだ。この世界の人類にはみんな羽が生えてる。だけど、羽を使ってしまうと、羽の力イコール生命力なので、羽で飛んでしまうとどんどん生きる力がなくなってしまうっていうか。羽本当は使っちゃいけない。本当は使っちゃいけないけど、で、この子の好きな女の子は、その国でも最下層の身分だから、羽を使ってすごい仕事をさせられて、どんどん弱っていっちゃってる。物を運ばされたりとか、そう。だけど、翼を使っていくからどんどん弱っちゃってる。翼がボロボロになっていくみたいな感じでね。使っていくとね、ボロボロになって、それが身分の象徴みたいな。あ、そう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 。美しくて大きな羽を保ててるやつは身分が高く。そう。あ、それ面白いかもね。自分の自前の羽を使ってしまうと、自分が弱っちゃうので、つって羽を発明して、生命エネルギーではなくても自分で作ったその発明で羽を作って、世界の謎に挑んでその子を救うみたいな話です。好きそうですね。大好きです。まあということで、1回戦目はこちらでございました。虫除けスプレーの案件なのか、はたまた羽毛布団の案件なのか。ということで第2回戦でございます。皆さんもう分かったね。こういう感じのゲームでございます。勘のいい、ね。ガキの皆さんはやめろ、勘のいいガキの皆様。スレスレを渡るなっつってんだ。まあ、勘のいいガキの皆様はもうお気づきかもしれないんですけども、いつもでやってることは変わんないです。それがただガチャで出てくるかどうかってだけの話です。ということでやっていきましょう。はい。体年齢41の男ガチャ引きます。いきます。コロリー。体年齢32歳の際いきます。出てきましたね。せーの。バキ。じゃあさやから見ますか今回。あ、そうね。もしも地球から陸が消えたら。うわなんかすごいでかく出たね。いきます。はい。でん。もしも世界から音楽がなくなったら。うわもうすでにエモくない？もうエモいね。もうテーマがエモいね。準備はおよろしいですか？はい。よーい。スタート。地球から陸が消えたらっていうことは京都は沈んじゃうってこと？なんで京都限定なの？京都限定で沈みますね。京都行きたい。早くこの世が終わればいいの。怖いだろ、急にラスボスしよう。なんでもしも世界が滅んだらみたいな。もしも世界から鞘が消えたなら何が起きる？
消えてるもう消えてたということで、10分経ちました。第2回戦、もしも地球から陸が消えたら、そしてもしも音楽がない世界だったら、せーの、デドン。おお、好きそう。好きそうでしょ。地球が全部海に沈んでしまって、でも高い建物の頭のちょんぽりぐらいしか残ってないぐらいの五重の塔のてっぺんでこれ。あ、そういうことか。そう。もう人類はもうどこにもいない。で、彼はロボットなんです。おそう、人類が最後に作り上げたもう超完全体ロボットみたいな。だけどまあロボだから、ちょっと感情も希薄だし、まあいろんなものをでもこれから勉強していかなきゃなみたいな感じなの。で、人類の生きていた証拠みたいなやつを探して、人類再建に努める冒険をするんだけど、こいつすごいロボだから海の上も歩けるし、空も飛べるし、エネルギーは太陽光エネルギーだし。で、そんなところに現れたのが人魚ちゃんなんですよ。この子言葉が喋れない。だけど感情が豊かだから、こいつとの子仲良くなる。でもすごい、登場人物に一切普通の人間がいないんだじゃあ。いや、そうそうそう。っていうコメディ漫画です。あ、コメディなんだしかも。へえ、ロードムービーみたいな、ね、そうそう感じで。そう。この子ね、多分ね、この子も好きなんです。ロボロボしいことしてるのに、ロボットって気づかない。あ、人間だと思ってる。そうそう、人間だと思って。アホの人形可愛いね。はい、ゲンさん。これはもしも音楽がない世界だったら、すごい気になる。またなんか神妙そうな顔したおじさんがいるよ。これはですね、世界から音楽がなくなって30年経ちましたね。経ちましたね。こいつはもともと将来有望な天才トランペット少年だったわけ。本当に家族も親が音楽家とかではないんだけど、本当にそのお父さんもお母さんも音楽が好きで、お父さんとかもピアノとかをやってて趣味でね。でこの天才トランペット少年のね、この子と伴奏をつけてトランペット吹いてみたいな、そういう遊びをリビングでやってたり、テレビでいつも音楽番組見たりとか。死ぬほど音質こだわる家じゃん。そう別にその裕福な家庭ではないから、そこまで。じゃああれか、ゲンみたいにうるさいタイプじゃないってこと。うるせえよなんなのそれがうるせえよ音楽とかが日常に根付いてたわけよ。で、そういう家庭で育って将来はトランペットのね、プロになるっていう決意してた少年ですが、ある朝起きたらなんか世界が静かだと。テレビをつけてもアナウンサーが喋っているだけだ。学校に行っても昼に放送委員が喋っているだけだ。あとは無音だみたいな。もう世界に音楽があった場所から音楽がなくなっていき、もともとあった映画とかが全て無音になっていき、そしてその後からどんどんエンターテインメントが世界から消えていくぐらいの流れをたどるわけですよ。で、その一番初日に家でね、帰ってね、トランペットの練習しようとして楽器を鳴らしたら、父親に大きな音出すのはうるさいって言われるだけで終わるっていう。あんな音楽好きな人だったのに。音楽っていう概念そのものがなくなる。だからただの騒音になるわけよ。で、だから自分が目指していたものが途端になくなって、どうしていいのか分かんないから、トランペット一本を片手に世界を旅する男になってる。かっこいい。で、世界各所でたくさん人が集まってるところで、いつも練習してるトランペットを毎日弾き続けて、音楽を認識できる人間を探す旅に出るわけ。そしてこの後ろにいるこの人は声が出ない。声が出ない。もともとこの人も、私には歌しかないっていう人だった。でも声が出なくなってしまう。悲しい。でも女の人は願いました。世界から音楽なんて消えちまえって思った翌日、音楽が消えましたっていう。そういうことだったのね。なぜこいつが音楽なんて消えちまえって言ったから音楽が消えたのかっていうのはまあわからない。続きは本誌で読んで。続きは本誌でまあどこでも連載されないんですけどさあ、ということで第2回戦でございました。京都観光の PR の案件なのか、果たしてトランペットの案件なのかさあ、続きは3回戦に持ち越しということで、いくよトヨッチ、私たちこれで最後だ。トヨッチなんか歯切れ悪いです。歯切れ悪いし行くぜ。出てこいや。トヨッチ嘘。感動の出産シーンみたいなということで、じゃあ最終戦いきましょう。せーの、パキョ。じゃあ僕からいきます。でで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 ん。世界がずっと冬だったら。もうできんだよテーマがじゃーじゃん。お前15歳以上に育たない世界だった。なんでお前得じゃねえかよ。最終戦。よーいスタート。せいさん鎖好きなんだって知ってた？そう、知らなかった。罪を犯した俺でもお前は守ってくれるかなんていうキャラが好きだなんて知らなかった。消し去ってやろうやめろ、他の動画をネタ出すの。一日は一度きりだぞ。やめろということで10分経ちました。世界がずっと冬だったら、そして人が15歳以上に育たない世界だったら、せーの、デドン。じゃ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 ーん。なんだそれ。ちょっとこの子の顔めっちゃ好きなんだよな。これね、男の子っぽいボーイッシュな女の子。なんかそんな感じ。ちょっといい？じゃあ僕からいくわ。あなたが落としたのは金のさつまいもですか？違うだろ、どう見て。里芋ですか？壮大すぎるだろ、その内容にしては。里芋。
里芋なんだ。これはですね、世界がずっと冬だったらっていう世界観で、世界からこう季節というものがなくなって、もうずっと極寒の世界だっていうところが常識っていうところから始まるわけよ。で、この子は焚き木になる薪を探して、山に登って、村に帰るっていう毎日のルーティンですよ。ね、焚き木がなくなっちゃうといけないから。で、山にいる時に絶対にそこにだけは行ってはいけないっていう洞窟に行くわけですよ。で、その中にいた、カチコチに凍った美しい女性の像があるわけ。像なんだこれ。像じゃないの、でも本当にカチコチに凍ってしまった女性の保存されちゃってるみたいな感じ。それに目を奪われちゃった子。このショートヘアの女の子はこの氷の女神みたいな人に恋をしてしまう。でもその氷の女神様は右腕と右下腹部がもうない状態で欠けてて凍ってるけど顔は笑顔、そして目は見えないっていう、ちょっとミステリアスな感じで、この人は氷が溶けたらきっと死んでしまうっていうのが分かる状態のこの人に恋をしてしまうっていう女の子の話。おしゃれ。なんか気にならない？気になる。僕も誰かに書いてほしいこの続き。なんかドキドキしてきた、ね、こういう人が出てくるのがあなたっぽいですか？そう。あなたは？私ですか？腹話術師みたいになってない？こういう子が出てくるのはさやさんらしすぎる。規定路線すぎるなこいつ。また棚からピョーンって降りてきてこいつ。これはまあ人が15歳以上に育たない世界なんですけど、子供が15歳以上に育たないから15歳で終わっちゃうわけ。あ、15歳っていうのは見た目年齢じゃなくて、そう、15歳で終わっちゃう。やば。で、10歳ぐらいに特殊能力が絶対に発現するっていう世界なんだけど、もうシステム的に子供が作られるシステムがあって、で、10歳になって特殊能力が出て、で、その力を使ってもっと効率的に人類と資源を増やしてっていう世界なの。だけど、役に立たないとか危険な能力が発現して、そこはコントロールができないから、そういった子は捕まっちゃう、この感じで。そう。で、これは超能力が使えるんだけど、でもちょっと危険だから、閉じ込められちゃう。で、そこに目をつけてきたのが、この集団。あ、これは違うシーンか。そう、そこ違う場所が。この子、明らかに大人の女性と、もうめちゃくちゃ喋る赤ちゃん連れて、この子はほとんど喋らない。で、この赤ちゃんは超天才。そうで、こいつも超能力が使えるし、っていうかね、ほぼほぼの能力を持ってるぐらいの赤ちゃんなんだよ。いいね。赤ちゃんがそういうのいいよ。そう。で、こいつも超能力だから、こいつの存在を感知して、こいつを仲間に引き入れようっつんで、今のその世界体制をぶっ壊すと。個人的に思いつつすごい好きな設定としては、元は同い年ぐらいだったんだけど、この赤ちゃんがこの子に寿命を全部分けて、だからこの子は20いくつなんだ。なるほど。そう。で、こういう子は赤ちゃんのままなの。なるほど。だけど分けてしまったので、時間のリミットが迫ってるっていう。もうじゃあ時間がないんだ、この二人には。そう。全部言おうかった。ね、これは多分赤ちゃん用品の案件ですよ。もしかしたら赤ちゃん用品の案件かもしれないし、これ冷蔵庫の案件かもしれない。ということで、じゃあ皆さんここらで答え合わせの時間ですよ。この中に出てきた子たちの中で1枚ね、またカラーイラストが最後に入りますので、最後まで皆さんどうぞ見てっていただきたいんですが、じゃあ何の案件なんでしょうか？正解はでで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 音楽がない世界、そう、すなわちヤマハさんの案件でございます。ありがとうございます。いやもう音楽と言ったら切り離せませんよ。ヤマハさんですよ。皆さん彼の設定覚えてますか？はい、そうですね。家でたくさんみんなでリビングで音楽を楽しんでいた。いい音に触れていた。でもそんなに裕福ではない家庭だったかもしれない。でもそんな中いい音を手に入れていたのはなぜだと思いますか皆さん？それはどんな商品で得ていたのか。皆様にご紹介したいのはこちらです。ででん。テレフォンショッピングか？今回ですねやらせていただくのが YAS109 というヤマハさんのコスパ最高のサウンドバーのご紹介をさせていただきます。ということで夏目さんち実はねこの案件もらった時偶然なんですけど、これマジなの。夏目さんち5年前ぐらいからずっとこのヤマハさんのこのサウンドバーのだいぶ前のモデル、YAS105 っていうモデルを使わせてもらってて、たまたま今回お話をいただいて今出てる新しい機種だということでぜひじゃあやらせてくださいということで案件をやらせていただくんですが、この後皆さんにこのね彼が取り戻したかったリビングでの音を皆さんにお聞きいただきたいと思います。それではご覧ください。音楽を取り戻した後に、地球から陸なくすんで、そうなんです。どうぞ皆さんお楽しみに。楽しめない要素出てきちゃったけど急に。はい、ということで、先ほどのね、男性がリビングでね、もういろんな家族との音楽との思い出が詰まっている、そちらのね、切ない思い出の中に息づいている音は、こちらでございます。ヤマハのサウンドバー、YAS109。さっきも言ったと思うんだけど、つめさんちがね、4、5年前に、たまたまお家でね、ゲームをやるときとか、映画を見るときに、どうしても僕いい音で聴きたいっていう、それこそそのさっきの物語に出てきた家族のように、あんまりこうお金はかけらんないんだけど、コスパよくいい音ないかなと思って、検索して、電気屋さんで、これが美味しいですって言ったんだよね。もう大変だったあの時は。コスパ良くてなんか音質がいいやつないですか？すいません、うちの夫がって言ったら勧めてもらったのがヤマハさんのね、今はうちが持ってるやつなんですけど。いるそのエピソード。嘘だよその。いやということで、105ってやつを夏目さんちが使ってたんだけど、それの109ってやつを使わせていただきます。いただきます。
で、まずは音の良さを皆さんには体感していただきたいと思うんですけれども、夏目さんちのよくオープニングで流れているオープニングテーマあるじゃないですか。ジェイク・ブラッドフォード・シャープさんの Time to Mix Blue and Red and Make and Marv っていう曲をいつも使わせていただいてるんですけれども、こちらの曲でチェックしていければなと思います。まずは夏目さんちのリビングにある普通にテレビのスピーカーからどういう音で聞こえるのかを聞いていただきたいと思います。まずはテレビのから聞いた音、まあ別にこれでもって思う方もいるとは思うんですよね。もうこっからが本番ですよ。こっからが本番よ皆さん。ということで今こちらですね、サウンドバーの方に接続を切り替えました。はい、こちらで音を聞いてみてください。どうぞ。どう？すごくない？いやこれちょっとね本当にごめん。マイクでなるべくしっかり撮ろうとは思ってるんだけど、実際生で聞いてる音とはだいぶ違う感じにはね。いろんなものをこう通しちゃってるから、そうなっちゃって変わっかもしれないんだけど、ただ音の厚みとかっていうのは多分伝わったと思うんですよね。なんかさ、音が大きい時にスワーンみたいなやつがさ少ない気がする。分かってね、分かってね、お前もうレビュー二度とするな。分かっていやまあそのキンキンした音とか低音の歪みとかそういうのがなくなって、しっかり熱い低音と高音もパーンっていうね気持ちのいい音になるわけですよ。日本語上手ですね。これでもう今音聞いてもらった通り、音はめちゃくちゃ良くなったの分かったと思うんだけど、著作権の問題で映画とか流せないよ。大人の事情。まあそう大人の事情で、やっぱここで映画をちょっと流すと問題になっちゃうので、あれなんだけど、ただね本当に本領発揮というか、映画見た時とかマジですごいからね。アクションシーンとかドゥーンってくるからね。まあということでですね、音がいいのはもちろん別の機能もございますと。リモコンにですね、こちら見ていただくと分かると思うんですけど、いろんな機能がついてまして、上から順にこのムービー、テレビ、ミュージックとか各シチュエーションに合わせて最適な音を自動で作ってくれるっていうモードがあるんですけど、その中でもこのクリアボイスっていう機能がとてもすごいと噂なので、今からちょっとこのクリアボイス機能を使って夏目さんちのですね動画を流しながらどれだけ僕たちの声がクリアになるか聞いてみたいと思います。これはテレビからの音とかは流さずに全部サウンドバーです。まずはクリアボイス機能なし。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。コバルトブルーの笠子地蔵さやです。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ゼブロ力。何垂れてんだこれ。ということでですね、これ途中から今からクリアボイス入れたいと思います。今からクリアボイス入れます。今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。カフェ。そう、コーヒーでございます。コーヒーでございます。はい。いやもうこれはあれですよね。皆様おなじみの。これが伝説の秘宝、賢者の石か。なんでだよ、粉末タイプじゃねえか。クリアボイスオフにします。皆様がご家庭で、もう一般的なコーヒーでございます。はい。ということで今回やっていく企画はこちら。はい。ということでどうでしたすごくない？結構なんかパキッと綺麗な感じで、まあちょっとこれもごめんなさい、マイク通してるから皆さんにはねちょっと全部は伝わりきらないと思うんだけど、これパッて変わったでしょ。すごい音がパキッとはっきり声の部分をしっかり上げて拾ってくれるっていうモードで、聞きたいところが強調された感じある。なんかこれテレビ番組とかで出てる演者さんたちの声をクリアにしたりとか、あとはね映画を見てる最中とかでもセリフをはっきり聞き取りやすくなるっていう効果があるので、クリアボイスすごくいいモードでございますね。まあということで、今紹介したようにクリアボイス機能とか他にもねいろんな機能があって、で携帯をつないで Bluetooth で音楽を流すっていうこととかもできちゃったりもちろんするんだけど、さらにですねこちらのヤマハさんのこの YAS109 には、なんとですね、彼女が入っております。富江じゃねえよ。誰だよ。ちょっと呼ばせていただきます。アレクサ、返事して。ごめんなさい。うまく反応できなかったようです。
どうかまた話しかけてくださいね。なんかごめんやだ、なんかつつましやかだわね、なんか塩らしい子出てきたんだけど、ね、そうということで実はですね、おアレクサちゃんが入ってるわけですよ。試しに、アレクサ明日の天気は？明日は曇りでしょう。予想最高気温は摂氏11度。予想最低気温は8度です。ナチュラルボーン個人情報が出てきたんだけどアレクサちゃんがあまりにも有能すぎて夏目さんち今住所がバレましたよ。はい、ということでこんな感じで使えるんだけど、はい、もちろんこれはサウンドバー、まあ主に皆さんが使う機能はこんな感じでしょう。アレクサ日本の J-POP 流して。アレクサアレクサそれ著作権アウトごめんなさい、すっかり忘れてたんですけど、はい、こちらの機能もね紹介してくださいということでね今やらせていただいたんですけども、はい、よくよく考えたらですね、はい、音楽流したらアウトになるので、こういう機能があるよっていうことで、はい、そうだからこういう風にリビングにいながらそうね音楽を声をかけるだけでいろんな機能が使えちゃうわけだ。そういうことですよ。素晴らしい。そうサウンドバーなのに今流行りの AI 搭載みたいな形ですよ。だからスマート家電っていうのかな。はいということでですねこんな感じでいろんな機能を紹介させていただいたんですけれども、はい、まあ当然ヤマハさんなので、皆さんも安心安全のメーカーさんだとは思うんですけれども、みんな知ってるからね、はい、こちらのねサウンドバー業界における、ヤマハさんのポジションっていうのがまあもう本当に売り上げ1位ということに、ね、なってるんですけれども、皆さんも安心してご購入ください。夏目さんちこれからもねこれ使っていこうかなと思ってるので、はいということでこちらですね購入は全国の家電量販店とかウェブのオンラインショップで購入ができますので、皆さんもし気になる方いたらぜひぜひ概要欄からチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします、じゃあトミエこれからも一緒に映画を見ようね。トミエ返事は？アレクサだっつってんだよ。アレクサ結婚して。ありがとうございます。でも今の関係のままでいませんか？今週のスンドゥブチャレンジのお時間です。味は中辛、チーズとラーメンをトッピングしての参加となります。今の心境はどうですか、ゲンさん。すごい貴重な前半の僕のペン入れシーンがね全てなくなりました今これで。初めてのペン入れシーンだったのにねまあ初めてではないんですけど、今回はですね音楽が消えてしまえと願ってしまった子を、はい、僕が書いてるんだけど、これ途中でね忙しくなってしまいまして、非常にバタバタしてたんですこれ書いてる時。そうですね。色塗りをさやさんにバトンタッチしてます。ちょっと僕仕事がやべえっつってベベーってねだからこう、はい、線画はゲンさん、色塗りはさやさん、仕上げゲンさんというなんかね謎の構成でやっております、ね、お互いがこう空いてる時間を駆使しながらなぜかこの1枚の絵を完成させる、なんか、狙いもしないのに画作になったみたいなね。ゲンとゲンで挟まれちゃったから、さやは多分ゲンになっちゃうな。オセロだってねやかましいわ。いやもうということで、はい、どんどんやってもらってるんだけど、ここね次こっからですよ。この後僕がなぜかさやがある程度塗ったところに仕上げを入ります。そうですね、はい、なんか周りのふにゃふにゃしたやつをね、どうしていいのかわからないからおじさん助けてって言って、さやさんはゲンさんに丸投げしたんですねこれをなんとはいゲンさん帰ってきました。お帰りなさいゲンさん、どこに行ってたの？アラスカ？行ってねえだろだとしたら帰ってくるの早すぎるだろ。はい、最後もうねお得意の僕の大好きな色鉛筆の色をだいたいゲンさんはあれね、はい、この水色とピンクを使います、ね、そうこれを入れて完成っていうことですよ。でもねこの子もねヤマハのサウンドバーで音楽の良さを知るのよねまた勝手に後日談を足さないでください。素晴らしい音質をあなたのご家庭に強引にねじ込んできたの宣伝。いやでも本当にね本当に夏目さんずっと使ってるんでおぬぬめです。めっちゃおすすめなんで、はいもうねトランペット少年と再度出会って、はい、音楽の道に進んでほしいですね。みんなもご家庭で